自分たちがモチーフのゲームで SSR 引換券が配布されたもののたった1枚しかない引換券をどのサポカに使うべきか頭を悩ませていたらトレーナーが相談に乗ってくれたのでそのついでに自分たちの挙式についても相談する待機シャトル。待機、さっきからすごい形相だな。トレーナーさん。これは究極の選択でーす。究極の選択？なんだ？大はスカーレットがティアラ路線かクラシック路線かで悩むような感じか？そうでーす。ふむ。他でもない相場の人生を左右する悩みなら俺も相談に乗ろうじゃないか。それでこそトレーナーさん、センキューでーす。はっはっは、担当の悩みは俺の悩みも同然だからね。それで大輝はどんなことで悩んでいたんだ？これでーす。どれどれ。親しい友人だけで行うスタイルの特徴。招待するのはご夫婦にとって本当に心を許せる友人のみ。リラックスした雰囲気の中プライベートパーティーのように楽しめます。親戚だけで行うスタイルの特徴。招待するのは両家の親族のみ。家族の絆を深める内輪のお祝いの意味合いが強い。これは一体。間違えました、こっちでーす。勘弁してくれよ。びっくりしちゃったじゃないか。ああ、トレセン学園生をモチーフにしたゲームで配布された SSR 交換チケットの使い道か。すごく悩んでまーす。まあ気持ちはわからんでもないよ。貴重なチケットだし。でも。1枚だけあっても困りまーす。二次決勝もくださーい。そういうなよ、ゲーム会社だって商売なんだからさ。確かに正論でーす。ちなみに俺は以前やってた Amazon のブラックフライデーセールの際にハチャウマを追加で4つ買ったからな。個体こそ必要だが狙った SSR を約3000円で上限解放できるなら安いもんだよ。言い換えれば3000円で環境トップ SSR を確実に引けるようなもんなんだから。それは言えてまーす。まあガチャを引くというあの爽快感はないんだけどね。ガチャを回してドブを引くよかよっぽどマシでーす。ウマスターを見てると阿鼻共感でーす。よく見る光景だよな。狙ったサポカが2点上しても貫突しないとかもあり得るからな。セール価格のジュエルでも1万円で7500個でーす。天井するには3万ジュエルですから4万円が必要になってくるでーす。それを考えると二次決勝を3000円で購入は選択肢として悪くないと思いまーす。まあ俺の話はいいとして。大輝はどんな感じで悩んでるの？まずなんとかしてこの SSR チケットをワルブと交換したいでーす。無理に決まってるだろ。ですよね。逆に天井チケで一部の SSR と交換できないことに気づいてなかった人もいたみたいだけどな。俺じゃん。呼んだか？おっと、俺を忘れてもらっちゃ困るぜ。とはいえ大輝の気持ちもわかるよ。本当ですか？やっぱ勝ちを狙うなら最新の SSR 欲しいもんな。そうなんです。もういっそのことしばらくの間寝かせるのも手ですかね。寝かす？どこかのタイミングで有用なサポカの凸がいい感じに進んだらそこで引換券を使うのが無難なような気がしまーす。それはやめた方がいいな。ダメですか？ダメではないが個人的にはあまりおすすめしない。理由を教えてもらえますか？凸が進んだらと大輝は言ってたけどじゃあその凸はいつ進むんだって話だよ。強いサポカが出るたびにガチャを回せる課金税ならそういうこともあるだろうさ。しかしそうでもない限りおそらく次に凸させる機会があるのは半年後のアニバになると思うんだよ。まあ、トレーナーさんの言うようにゲームだけにお金をかけるわけにはいきません。ね。じゃあ半年後のサポカ環境ってどうなってるかわかる？それは、未来にならないとわかりません。だよね、その時にならないとわからないよね。でも今の時代インフレが進んで強力なサポカがどんどん出てくる。最新の SSR も1年後には型落ちだ、絶対とは言わないが。運営のさじ加減では半年で型落ちだってあり得るかもしれないぞ。なるほど。俺もこの考えなんだよな。だからパソコンも中古を乗り継いでる。1、2世代前のでも十分満足できるし。つまり引換券自体には使用期限はないけど実質使用期限はついてるようなものだからなるべく早く使うべきってことよ。トレーナーさん、それはどういう意味ですか？さっき説明した通りではあるんだけど。ゲーム内では新しいサポカがどんどん実装されるよね。イエース。でもそれには今の引換券は使えない。それもわかりまーす。
つまり時間が経てば経つほど今の引換券でゲットできるサポカは相対的に弱くなっていくってことさ。極論言えばパワー玉もクロスが交換できるのに貴重な SSR 引換券を使ってまで最初期のパワーウォッカを交換しないだろ。確かにそうですね。実際パワー玉もクロスは強いしおすすめだが待機はどうなんだ？実は無料10連で玉も3貫突できました。いいね。そうなると逆に使い道に悩むところではあるか。ちなみにトレーナーさんはもう引換券使いました？ああ、それこそ3突だった玉もクロスに使ったよ。正直次のシナリオが来るまで待ってもよかったんじゃないですか？次ではパワーが入らない可能性があるからってことかな。イエース。でもさ、俺が生きてるのは今なんだよ。今の無人島シナリオでは使うんだから引換券使うなら今かなって思って。今を生きる。なんかかっこいいですね。はっはっは、よせやい、照れるぜ。私もたまちゃん貫突圏内でーすがパワーはウォッカールダンフラワーがいるから無理するほどでもない気がしてまーす。逆に言えば持ってない人は無理してもいいってことでーす。悠久走破はあるトナイトで明確な差がつくほど強いスキルでーす。でも賞味期限は次の中距離チャンミ1回だけなので本当に欲しいかどうかはよく考えてください。無人島といえば、メガネ女が1枚も来なかったのでレンタル枠がずっとメガネ女でいい加減辛いでーす。SSR メガネ女が欲しい気持ちもありまーす。なるほど、タッカーさんが呪いの装備とかしたか。でも絶対良くないでーす。今になってあの女を手に入れても、と理性も理解してまーす。実際タッカーさんの賞味期限もあと2ヶ月だからな。言い方そんな女としての価値があと2ヶ月で終わるみたいな言い方しなくても。それに引換券を使ったとしても結局無突だろ？ですね。タッカーさんは3突以上にしないと価値がない女性だからな。だから言い方を考えろよ。間違ってはいないんだ。間違ってはいないんだが。3突しないと価値がない女、タッカーブライン。そう考えると1突で形になってた理事長って友情だったんだな。理事長は最初野菜を手に抱えられる程度にしか持ってこなかったんだよな。まさかこのタイミングでタッカーさんに二次決勝を投入なんてさすがにありえないぞ。わかってまーす。だが大輝よ、ここで逆転の発想だ。逆転の発想？ R タッカーさんでいいじゃないか。R メガネ女ですか？最近ウマチューブで R タッカーさん編成を見たんだよ。総合的に見ると SSR タッカーさんを借りるより強くなれる可能性は十分あるって話だったよ。興味ありまーす。理屈は簡単でタッカーさんを R にするデメリットより借りる SSR をアドマイヤブルーブだったりステイゴールドといった最新のサポカにすることで得られるメリットの方が大きいというものだった。それは目から鱗でーす。この視点はすごく大事だと思うよ。局所的な勝敗を見るんじゃなくて戦そのもので勝利するって感じかな。R タッカーやれんの？ R タッカーはやれる女だぞ。俺もずっと SSR メガネ女借りてる身だったからこれはちょっと試してみたい。確かに R 理事長もありだったんだからタッカーもやれないことはないよな。4ヶ月ごとにやってくる新しい女に毎度ジュエル使えないから助かる。あと無突で妥協できるサポカは無突で妥協するのも手だと思うぞ。ステゴさんでそれ思いました。無突でも機能するとは聞いてましたけど実際自分で使ってみて噂が本当だったことに驚きを隠せません。無突ステゴさんは初期絆1とかいう昭和のサポカみたいなところがひどい欠点だと思ってたでーす。でも島トレがうまく運べば最終的にスピパワコンがカンストするので友情トレ開始を急ぐ意味はありません。ステイゴールドが壊れてるというより島トレのおかしさを改めて感じるよな。やっぱり無人島シナリオって何かがおかしいでーす。島は突でスキポが解放されるカード以外他のサポが貫突してれば基本的に無突でも運用できるからな。ステゴさんに突で止めてるのなんか気持ち悪いから決勝と天井で貫突させちゃいました。突の後半で絆が伸びるから全然ありでーす。でもトレーナーさんの話を聞いて引換券を無駄に使わなくて済みそうでーす。それは良かった。限りある資源なんだから大事にしないとな。イエース。じゃあこれで悩み事は解決かな？まだありまーす。え？トレーナーさんは私と式を挙げる際に親しい友人だけで行うスタイルと親戚だけで行うスタイルのどちらがいいですか？ちょっと待ってくれないか。大丈夫でーす。私はどちらでもノープロブレム。
その話は間違いだって言ったじゃないか。その話は間違いだって言ったじゃないか。じゃあ今すぐ間違いを起こしますか？助けて風紀委員会。風紀チェックっすか？問題ないっすね。結局のところ引換券は何に使えばいいですか？何が必要かはそれぞれなので自分が必要なのにさっさとぶち込めでーす。私は貧乏症なので結局悩んで使えず機械損失してまーす。悩んで放置しすぎた 2.5 網バチケとか私ありまーす。なんか思ったより金荷持ちが増える速度速いから今後のこと考える暇があるなら今欲しいのをさっさと交換した方がマシでーす。飲酒周回用のスキル用に使うのが一番無難じゃないでーす。一つが進まないなら飲酒周回用に引き換えもありでーす。例えばスタラヤンとか賢さフラワーとかドリジェとか。タクトもらって決勝ぶち込みまーす。もらわないことには決勝入れられないので助かりまーす。引換券あと10枚ください。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。